カーリバ春のパン祭り。食パン作り楽しいね。どうも、春のパン祭りの小麦です。今朝もとても寒かった。暦の上では春なのに体感はまだまだ極寒。朝焼けが美しいね。温泉街の風景のような気嵐。温泉行きたいな。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド、略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。概要欄には米ぬか 50% を使ったレシピ動画や料理とは全然関係ないポッドキャスト、そして私小麦の結婚相談所、ハッピーシェア小麦店などいろいろな情報を載せているのでぜひチェックしてください。さて、今日の合言葉は食パン祭り。コメント欄に書いてみて。さあ、祭りの準備に取り掛かろうか。実行委員会会長、私。企画・制作、私。飲食担当、旦那氏。今回の記事は米ぬか 20%、加水率 70%。分量の詳細は概要欄を見てね。山形食パンと角食パンを作るんだ。飲食担当の旦那氏は昨日に引き続き本日もライブ。本物のお祭り実行委員の方、声をかけていただきありがとうございます。食パンを食べさせて旦那氏を送り出します。カーリバ恒例フライパン湯煎発酵システム作動。大きくおなり。楽しいお掃除タイム。よしひこはいつも掃除機のギリギリを攻めてくる。チキンレースかな。今日は出発が遅れたので神社に行けなかった。新鮮野菜をたくさん買って帰ろう。ビワの若葉が茂ってきたね。また今年も鳥との熾烈な戦いが始まる。大きくなったね。食パンの型が2つあるので、1つは山形パン、1つは角食パンにしようかな。最高のコンディションだ。さすがフライパン湯煎発酵システム。1斤型と 0.7 斤くらいの型がある。どうしてくらいなのかというと、商品説明には1斤と書かれていたからだ。でも明らかに小さいんだよね。ところで食パンって名前不思議じゃない？食べないパンもあるのって。
実はそうなんだ。食パンの名前の由来は諸説あるらしいけど、最も有力な説は、デッサンなどで線描を消すために使う消しパンと区別して食べるためのパンであることを強調して、主食用パンや食用のパンと呼んだのが略されたということなんだ。今日も教えてくれてありがとう、ジェミニー。これが従来の一斤型。そしてこれが自称一斤型。明らかに小さいよね。しかもテフロン加工済みって書かれてたのに、型からパンが出てこなかったんだ。田舎パンの型はいらないけど、食パンの型に関してはちゃんとしたものが欲しい。でもまたこんな商品が届くんじゃないかと思うと、ネットでは怖くて買えないんだ。猫型もアマゾンで売ってたな。Kotala A Yang. 貝印食パン型猫1671円。Oniuchi Gianai. でも耳の部分とか絶対洗いにくい。Jigakuwa Milukataya. ねえ。しょうがないのでシートを活用して今の食パン型を使い倒すしかないか。いい感じに発酵したね。それじゃあ焼いていくよ。180度の上下ファンヒーターで50分。ジャーマンオムレツと舞茸スープを作ろう。ほうれん草の葉っぱはジャーマンオムレツに、茎は舞茸スープに。部位によって使い分けることで食材の買い物を減らす大作戦だ。最近舞茸のスープにドハマりしている。シャキシャキ食感がたまらないね。香りもとってもフルーティー。栄養成分もそうだけど、舞茸ってちょっと普通のキノコと違うよね。ジャーマンオムレツは卵を10個使う。肉成分がウインナーしかないことが旦那にバレないように、卵インパクトで乗り切る算段だ。我ながら頭がいいね。
コク出しマヨネーズ、そしてここにほうれん草、チーズはワイルドに一つかみ、スープも仕上げようかな。茎だけじゃ寂しかったので葉っぱをジャーマンから少し拝借したよ。ついでにツナマヨコーンも作ろう。コーンの汁をスープの中に入れるとコーンスープの味になるあるある。豆乳でまろやか仕上げ。バターは欠かせないね。マーガリンだけどね。コンソメや塩、合法パウダーなどで微調整。ゆっくりおやすみ、箱入り娘。点が3つあると顔に見えるんだって。油の代わりのマヨフェイス。その中にジャーマンなオムレツを投入。弱火でじっくり焼いていくよ。缶入りじゃないツナは便利だね。これを作り置きしておけばライブ後の旦那氏歓喜。焦げる前に救出だ。ギリセーフ。ジャーマンオムレツは焦げやすいからね。サラダとスイーツも仕上げよう。ヨーグルトに冷凍ブロックイチゴを入れただけのスイーツ。これが美味しいんだよね。おかえり、食パン。このシーン、だからなかなか出てこないし、パンにシートがくっついてるしで大変だったよ。大変な様子を確認したい方は、4日後に公開する撮りっぱなし ASMR 動画を見てね。自称一斤食う。君はまだ新しい型なんだから、せめてシートなしで焼かれてくれないかな。この拍手の意味、水曜の撮りっぱなし ASMR を見ると納得できるよ。焼きたてパンをカットするのは地獄の沙汰。力の配分を間違えると生地がぺしゃんこに潰れるし、固定したいけど指先やけど不可避だし。昔はよく焼きたてパンをぶっ潰してたな。
焼きたてのパンは小刻みに刃のポテンシャルを信じて軽い力でカットする。これが私が長年にわたり研究し習得したパン切りの技だよ。あんまり綺麗に切れてないけどね。箱入り娘の舞茸スープ。これが寒い日に最高にしみるんだよね。さあ、カーリバ春のパン祭りの開催だ。乾杯の手順間違えちゃった。それではいただこうか。最近チューリックを使ってパンを焼いているので少しキメが粗いけど、この粗いキメが独特の食感をもたらしてくれる。ジャーマンオムレツはケチャップとマヨビームでおめかししたよ。これをパンにのせてスライスチーズとわさび菜をオン。ほら、もう間違いないよね。これはやばいね。これ嫌いな人いる？そしてほんのりコーン風味の舞茸スープ。冷えた体に染み渡る。さあ旦那しよ、これを食べたらライブで歌っておいで。帰ってきたらツナマヨコーンで晩酌しなさい。カーリバ春のパン祭り美味しかった。また見てね。今日の合言葉覚えてる？食パン祭り。